皆さんはすべてをお金で買えると信じていますか？高層ビルが空を塞ぐ大都会、その足元に小さく古い平屋がありました。70歳になる佐藤さんはここで一人亡き妻が愛した庭を守り続けています。色とりどりの花々、都会の喧騒を忘れるような静かな時間がそこには流れていました。しかしその静寂を切り裂く重低音が響きます。平屋の前に止まった光り輝く黒い車。降りてきたのは高級なスーツに身を包んだ40代の男、田中でした。町の再開発を一手に担い、効率と利益だけを信じる男。彼は佐藤さんの庭を一別すると忌々しそうに鼻を鳴らしました。まだこんな場所が残っていたとは。佐藤さんはじょうろを置き、静かに男を見つめました。田中は挨拶もせず縁側へと踏み込みました。カバンから取り出したのは一通の契約書。そこに並ぶ数字は一般人なら目を見開くほどの巨額でした。佐藤さん、これは最後のチャンスですよ。このボロ家を売れば残りの人生は安泰だ。もっと便利な高級マンションへ移るべきだ。佐藤さんはその紙を見ることもなく、ただ静かに言いました。お気遣いありがとうございます。ですが、ここには数字で測れぬものがあるのです。佐藤さんは古びた茶器を取り出し、丁寧にお茶を入れ始めました。湯気の立ち上がる音、茶葉が広がる香り。イライラと指を鳴らす田中。佐藤さんはその男の前に静かにお茶を置きました。まずは一口。この土地の土が育んだお茶です。田中は茶碗を乱暴にテーブルへ戻しました。おままごとは終わりだ。私は忙しいんだ。感情で動いて損をするのはあなたですよ。田中は立ち上がり、冷たい視線を佐藤さんに投げつけました。わかりました。これ以上の説得は無意味だ。力ずくで奪われるのが都会のルールですよ。立ち去る黒い車、その排気ガスが咲き誇る花々を黒く汚していきました。佐藤さんはただ一人残されたお茶を見つめ、小さくつぶやきました。正しい道は一つではないはずです。翌朝、佐藤さんが目にしたのは昨日までの平穏を根元から破壊する絶望の光景でした。佐藤さんを待ち受ける卑劣な嫌がらせとは一体何だったのでしょうか。平穏な朝は轟音とともに終わりを告げました。佐藤さんの家の周りを囲むように高いフェンスが建てられたのです。それは再開発の準備という名の光の略奪でした。亡き妻が愛した庭に黒い影が落ちます。昨日まで鮮やかに咲いていた花が暗闇の中で震えているようでした。佐藤さんはただ静かに影を見つめていました。変化は壁の外側でも起きていました。かつては笑顔で挨拶を交わした近所の人たち、彼らは田中の顔色をうかがい、佐藤さんから目をそらすようになりました。関わらない方がいい。
そんな根も葉もない噂が冷たい風のように街を吹き抜けます。佐藤さんがいつものように会釈をしても帰ってくるのは足早に去る靴音だけでした。嫌がらせはさらに陰湿さを増していきます。ある日の朝、庭に投げ込まれていたのは山のようなゴミと鋭い石つぶてでした。大切に育てた人長毛の枝が無残に折れています。佐藤さんはその枝を拾い上げ、泥を払いました。怒りで震える拳をそっと膝に置き、彼は深く息を吐き出しました。街灯が消えた深夜、不気味な足音が縁側に近づきます。現れたのは田中の部下でした。佐藤さん、まだ粘るつもりですか？意地を張っても誰も助けてくれませんよ。このままだと家も体も壊れますよ。冷たい言葉が暗闇に響きます。佐藤さんは立ち上がることもなく静かに答えました。壊せぬものもあるのですよ。どうかお引き取りください。どれほど深い闇に包まれても朝は必ずやってきます。佐藤さんはいつものように白いシャツを着てほうきを手に取りました。家の前だけでなく自分を避ける近所の人たちの門の前まで丁寧に塵を吐き清めます。かさりかさり乾いたほうきの音だけが静かな町に響き渡っていました。その背中を遠くから見つめる一人の女性がいました。彼女は果たして敵か味方か、それとも孤立という名の見えない壁が日増しに高くなります。佐藤さんが一歩外へ出れば、近所の人たちは申し合わせたように家の中へ隠れます。誰かが言いました。あの家に近づくと開発会社に睨まれる。正義よりも保身が勝る都会。佐藤さんは誰を責めることもなく、ただ一人折られた枝を片付け、道を履き続けます。そんなある日の午後、高いフェンスの前で立ち止まる女性がいました。50代になった恵子さんは偶然この町を訪れ、愕然としました。かつての恩師の家が檻のような壁に囲まれているのですから。ほうきを持つ佐藤さんの小さくなった背中、恵子さんの目から思わず涙があふれました。恵子佐藤先生、その声に佐藤さんはゆっくりと顔を上げました。荒らされた庭の隅で2人は静かにお茶をすすります。佐藤さんは恵子さんのことをすぐには思い出せませんでした。先生、私です。いじめられていた私をずっと守ってくれた恵子です。30年前、教室の隅で震えていた少女、佐藤さんは何も言わずに彼女の隣で本を読んでくれました。ああ、あの子ですか？立派になられましたね。佐藤さんが受けた非道な嫌がらせを知り、恵子さんの剣が震えました。先生、これは許されません。声なき声は届かないだけです。恵子さんはカバンからスマートフォンを取り出しました。派手なデモも
激しい抗議も佐藤さんは望まないでしょう。ならば先生が守り抜いてきたこの誠実な日々を世界に伝えよう。恵子さんは庭に咲く一輪の花と佐藤さんの汚れのない手を静かに写真に収めました。都会の片隅で誇りを守る老人がいます。恵子さんが綴ったその短い言葉はデジタルの海を静かに泳ぎ始めました。最初はたった数人の共感でした。しかしそれはいつしか大きなうねりとなってかつての教え子たちの元へと届きます。佐藤さんはまだ知りません。一人の女性が灯した小さな火が巨大な悪を照らす松明に変わることを。果たして明日の朝、佐藤さんの前に現れるのは誰なのでしょうか。灰色の空の下、重機の轟音が静かな朝の空気を切り裂きました。フェンスの向こう側に田中が数人の作業員を引き連れて現れたのです。彼らの顔には効率の悪い老人の家を今日こそ片付けるという冷たい意志がありました。佐藤さんは逃げることも隠れることもなく、ただ静かに玄関の前に立っていました。その姿はまるで激流の中に立つ一本の古い木のようでした。田中は苛立ちを隠さず佐藤さんを見下ろしました。いい加減にしろ、この土地の価値がわかるか？あなたのちっぽけな干渉で町の発展を止めるな。佐藤さんは焦ることもなくゆっくりと口を開きました。価値ですか？私には妻と育てた花が咲くこの土が宝です。怒りに任せて田中が手を振り上げたその時です。遠くから静かな足音が近づいてきました。一つ、二つ、そして無数の足音。道の向こうから歩いてきたのはスーツ姿の男性や作業着の青年、そして恵子さんをはじめとする何百人もの教え子たちでした。かつて佐藤さんに頭を撫でてもらった子供たちが今は立派な大人になり集まってきたのです。彼らは一言も発しませんでした。ただ静かに佐藤さんと重機の間に立ち、幾重にもなる人間の壁を作ったのです。暴力や怒号は一切ありませんでした。教え子たちはそれぞれの専門分野で静かに動いていたのです。弁護士になった者、市の職員になった者、彼らは田中の会社が言ってきた強引な土地買収の過程を少しずつ調べ上げていました。違法な嫌がらせの証拠がすでに関係各所に提出されていた可能性があります。佐藤さんの背中を見て育った子どもたちの誠実さのネットワークが巨大な力をくるみ込んだ瞬間でした。不意に田中のスマートフォンがけたたましくなりました。電話に出た田中の顔がみるみると青ざめていきます。会社の不正が明るみに出たことを知らされたのでしょう。田中鉄舟だ。男たちは逃げるように車へ乗り込みました。重機のエンジンが止まり、再び庭に静寂が戻ります。佐藤さんは
教え子たちに向かって深く深く頭を下げました。嵐は去りました。しかし傷ついたこの庭で佐藤さんはどのような明日を迎えるのでしょうか。重機が去り静寂が戻った庭。しかしそこには無残に踏み荒らされた土と瓦礫が残されていました。佐藤さんは誰を恨むこともなく、ただ黙々と散らばった石を拾い集めます。ふとその横に並ぶいくつもの影がありました。教え子たちがスーツのジャケットを脱ぎ、泥だらけになりながら庭の片付けを手伝い始めたのです。言葉はなくても土に触れる手と手が30年の時を静かにつないでいました。数日後、ついにその日が訪れます。光を遮っていた冷たい鉄のフェンスが作業員たちの手で解体されていきました。長く暗い影が消え、佐藤さんの庭に久々に柔らかな朝日が降り注ぎます。折れてしまった陣長毛の枝の先から小さな緑色の新芽が顔を出しているのが見えました。縁側に座り、その光を見つめる佐藤さん。隣にはお茶を入れる恵子さんの姿がありました。温かいお茶の香り、恵子さんは庭を見渡しながら小さく微笑みました。先生、私たちの勝ちですね。あの会社も計画を見直すそうです。その言葉に佐藤さんは静かに首を振りました。勝ったのではありませんよ。私はただ当たり前の日々を守りたかっただけなのです。誰かを打ち負かすことではなく、自分自身を失わずに誠実であり続けること、それが先生の教えてくれた本当の強さなのかもしれません。翌朝、いつものように乾いたほうきの音が響きます。カサリ、カサリ。白いシャツを着た佐藤さんは今日も家の前の道を掃いています。自分を避けていた近所の人たちも今は静かに会釈を返すようになりました。失われた信頼はゆっくりと時間をかけて元に戻っていく可能性があります。特別なことは何も起きていないかもしれません。しかし、この変わらない朝の風景こそが何よりも尊い奇跡なのだと気づかされます。お金や権力では決して奪えないものがあります。それは誠実に生きてきた奇跡と人との静かな絆です。皆様の心の中にもどうしても守り抜きたい大切な場所や思い出はありますか？よろしければコメント欄で教えてくださいね。一つ一つの言葉が誰かの心を温める優しい光になるかもしれません。この物語が少しでも心に届きましたら、高評価とチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次の物語でお会いしましょう。